今回の動画ではブリョー 1.3 で使用する図面を紹介。まず、この動画の図面を使用する前に、各種鉱物の生産の理論値が画面上のものと同じになっているか確認してください。これ以下の数値だった場合、各種ラインが停止した後に停電することになるので、鉱物の採掘量を同じ数値にしてから、この動画の内容を参考にしてください。また、今回の図面では各種素材の在庫が満杯になると動作は停止します。なので、素材は納品するか納品できないほど過剰なのであれば、倉庫から捨ててください。今回の動画に関しては、1.2 無料回収の動画の図面に追加する形となります。なので、現時点ではこちらの動画が前提となるので、ゼロから組み立てる場合は、先に 1.2 後半無料上回収から確認してください。ゼロから組み立てる動画は後日公開する予定です。まずは無料上から配置を行っていきます。無料上ではポンプを4台使用するので、ポンプを分かりやすいように工業エリアから見て川の向こう岸側に設置。いずれのポンプも地下配管化しておきます。設置後は工業エリアに戻ります。戻った後、1.2 後半、無料上回収案と同じ図面なのであれば、右下が開いているので、1.3 尺動精錬 ×4 の図面を設置します。場所は空いている場所であればどこでも構いません。設置した後は、先ほど地下配管化させたポンプと図面内にある地下配管を接続します。ポンプを接続すれば、無料上での図面配置は終了。きちんと動作しているか確認しておきましょう。次に、今回の図面配置で多くの場合で消費電力が6600を超えるので、発電機を1台追加して、小容量無料バッテリーを搬入するように設定しておきます。すでに小容量無料バッテリーで発電をしているのであれば、この作業は必要ありません。一応今回の図面での消費電力の許容量は9800となっているので、8200でも足りないのであれば、さらに発電機を1台追加して発電量を増やすことも可能です。ただ消費電力の前に設置上限に引っかかってしまいそうな気がしなくもないですが、発電量が8200となっていればこちらでの作業は終了です。合わせて今回追加された大型化学反応炉のデッドロック回避機能はオフにしておきます。詰まりが発生しないようになる救済機能ではありますが、現在使用している図面は 1.2 を基準に作成したものとなっているので、予想外の挙動をする可能性が捨てきれない以上は切っておいた方が安牌です。在庫が満杯になったりといったことがない限りは詰まらないようにしてあるので、当動画では使うことはないでしょう。大型化学反応炉は主素側の非導ラインでも一つ使用しているので、こちらも切っておいてください。ブリョーと主素合わせて合計5つの大型化学反応炉をオフにすれば、作業は完了です。続けて主素の図面設置を行います。ただ、こちらもポンプを使用するので、図面設置を行う前に映像と同じようにポンプを設置してください。設置するポンプは2台、こちらも地下配管化しておきますが、今回は多孔地下配管の方を使用します。
ポンプを設置した後は工業エリアに戻り、1.3 目張り 1&2 の図面を空いている場所に設置します。沈殿さん側から見て、非導ラインの下側が空いているはずなので、そちらに設置してください。なお、今回の図面は連結ハブも一緒に図面化しているので、ハブの追加設置は必要ありません。設置後は栽培機に目張りをセットしておきます。セットした後は、先ほど設置した多孔地下配管と図面内にある多孔地下配管を接続してください。これで主礎での作業は終了となり、1.3 での図面配置も終了となります。念のため図面がきちんと動作しているか確認しておきましょう。無在庫転送に関しては今回は触る必要はなく、高密度オリジニウム粉末のままで OK。というより、今回は先ほど紹介した図面とデッドロック機能の解除以外は触る必要はありません。レポートの内容は上記の通り、オリジニウム鉱物は540のまま、製鉄鉱物は今回のアップデートで30増加し、メシン注射剤1の生産で30消費しているので、120となっていれば正常。同じく赤銅鉱物も120増加し、メシン注射剤2の生産で120消費しているので、360になっていれば正常な動作です。高密度オリジニウム粉末は生産が270消費が295から300であれば、無在庫転送で折り合いがつくので赤字でも無視で構いません。非導、測定、重測定、上昇などの測定関連の素材は、今回は一切手つかずなので省略。メシン注射剤1は毎分1または2個の生産を上下。メシン注射剤2は毎分6個の生産で固定となります。中容量無料バッテリーの生産は12で固定、消費は2と4を上下。小容量無料バッテリーは毎分3生産し、消費は1と2を上下する形ですが、発電機を追加で設置しているのであれば消費量は増加します。非導部品の生産に関しては、こちらも今回は一切触っていないので省略。測定装備部品、赤銅装備部品、非導装備部品の生産は前回と同じく毎分 0.8 個。こちらは在庫が満杯になっても工場が停止するということはありません。今回の図面での毎時のポイント増加量は取引券をすべて交換してもおよそ5500となっているのでかなり余裕がある形。理論上は小容量無料バッテリーとメシン注射剤1の生産を完全に止めてしまっても黒字にはなるので、図面が読める方は各自でアレンジしてもらえればと思います。今回に関しては電力の方にも余裕を持たせたので、変にアレンジをしない限りは電力制限で引っかかることはないはずです。個人的には無料上の配置制限の方がかなりネックなところではありますが、正直、もうこれ以上は何やっても入らないので、次のアップデートでは設置数上限の緩和をしてもらいたいところです。以上で 1.3 無料図面の紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。